おはようございます。俊也です。今日のスーパーセブン名車再生はエンジンルームの組み立てを進めていきたいと思います。今日組んでいくのはキャブレター、そしてヒーターユニット、あとバッテリーとか組んでハーネスもつないでエンジンルームを完成させるところまで一気に進めたいと思います。それでは作業スタートです。まずはエンジンルーム、細かい部品たくさんつけていきたいと思います。ステアリングシャフトとか、これステアリングシャフトのジョイント、こういうのつないで、メーターケーブルもつないで、そういうのつないでから最後ここのキャブレターつけたりとか、そういう感じでやっていきます。まずはステアリングシャフトから。よいしょ。いきなりトラブル発生です。ステアリングシャフト、これ通してみたらエンジンとの隙間が超ギリギリ干渉するかしないかっていう感じです。多分このへたってたエンジンマウント、これから新しいのに交換したから、その分ね若干エンジンの高さが上がって、ここのクリアランスが超ギリギリになったんだと思います。とりあえず今の現状としては当たってはいないんですけど、エンジン動かしてこのエンジンがブルブルブルって振動したら間違いなくこのシャフトを干渉しそうなんで、少し対策していきたいと思います。シャフトをよく見てみたらなんか当たってたような傷が残ってます。多分この打痕みたいなの、過去にエンジンにぶつけたような傷だと思います。やっぱり当たってたんだね。このシャフトが当たりそうな部分、これオイルポンプですね。オイルポンプで正面から見るとまだ少しこう削れるだけの余裕がありそうな感じなんで、この出っ張ってる部分、この部分だけ、1ミリか2ミリぐらい、ほんと気休めになっちゃうと思うんですけど、ここを削り落とします。あとボディ側から出てくる穴、ステアリングシャフトを通すための穴、これもね中心からずれててかなり上の方にねシャフトが寄っちゃってます。でこの状態だとここにつくグロメットがすぐボロボロになっちゃうから、こっちも対策して組んでいきたいと思います。もしかしたら僕の組み付けミスの可能性もと思ってバラした時の写真を見返してみたら、もともとここのグロメット上側がちぎれてました。最初から穴位置がずれてたみたいです。穴位置ずらすためにここのリベットもんでもうちょっとプレートを上に上げます。よいしょ。オイルポンプに当たりそうだった場所は結構クリアランスが生まれました。そして芯がずれてたこっちの穴も中心通るようになったから、こうやってゴムをつけてもほらいい感じ、ちゃんと中心通ってますね。ゴムが引っ張られてなくていい感じです。いきなりびっくりするようなところでトラブってしまいました。多分これだけオイルポンプと隙間があればエンジンが振動しても干渉することはなくなるでしょう。いやーびっくり。分解してる時はそんなに気になってなかったけど、新品部品で組み付けしようとすると結構やばそうなところがいっぱいありますね。ブレーキペダルがマスターシリンダーをまっすぐ押せてなくて、このロッドがね斜めになっちゃってるんで、これちょっと手直ししていきたいと思います。このロッドがね斜めってることで、このマスターシリンダーのここのブーツの部分、これが斜めに押されてちょっとこうゴムが引っ張られて、で負担かかってブレーキマスターのこの劣化が早まるらしいんで、なんかねこのケーターハム割ともともとこういう感じらしくて、ネットで調べるとこの下の方にね穴開けてこのロッドをまっすぐ押せるように
手直ししてる人がたくさんいたんで、僕もそういう風にやりたいと思います。穴開けてこんな感じになりました。多分これでちょうどよくなるはず。多分ね。さてどうだ、ちゃんとまっすぐになったかな。おお、だいぶまっすぐになった。これでも若干ペダルの方が高い感じになってますけど、これでペダル踏むとね、こっちがこう下がる方向に来るから、踏み込んだ時にちょうどまっすぐになるような感じですね。多分これでちょうどいいと思います。もうちょっと下でもよかったかな。でもこれ以上下にすると今度踏んだ時に上向いちゃう感じになるからね。多分このぐらいがベストかな。マスターシリンダーのブーツも変な風に引っ張られてたのがちょうどいい感じになりましたね。次、ディストリビューターのこの向き、角度をね、ちょっと調整したいと思います。車買ってきた時この向きでついてたんですけど、なんか本来はこの角度がね、90度横向きになるみたいです。で、視聴者の方に教えてもらいました。ちょっとこの辺、ほら、配線が接触しちゃって、ちょっとね、無理くりな感じになっちゃってるから。で、ググったら本当にね、横向きの画像がたくさん出てきたから、ディストリビューターの角度を変えます。よいしょ。このまま回しちゃうと、中のローターが動いて、点火の順番変わっちゃうから、これをこういう風にローターが動かないように本体ごと回します。キャブレターをつけていきます。あらあらあら、デスビの角度ちょっと向けすぎたかもしれない。デスビがインマニに当たっちゃってて、もうちょっと下向きですね。左下向きなんだな。ちょっと角度つけすぎたからデスビ直します。なんともギリギリな設計なんだな。よいしょ。外して角度調整して付け直す。そしてもう一度インマニを乗せるチャレンジ。よいしょ。今度は入るかな。いや、当たるよ。当たってる。左斜め下でもダメってことはもう下向きしかないんじゃないの。あれ、やっぱ最初のままでよかったのか。なんだ、画像検索が間違ってたんだ。よいしょ。インテークのこの隙間からプラグコードを出して、よいしょ、こういう風に接続してしまうと。よいしょ。よし、燃料ホースもつないじゃいます。よいしょ。よいしょ。スロットルワイヤーもつなぎました。 OK。 これでインテーク、キャブレター周りは全部終わりかな。多分大丈夫だと思います。結局ディストリビューター元の状態でついてます。横に向けたんですけどインテークにぶつかっちゃったから、やっぱこの角度でしかつけられないみたいです。で、インマにキャブレターがつくとこういう感じになって、ガソリンのホースもつないだし、プラグコードもちゃんとちょうどいい場所から取り回ししたし、
特に干渉してたりとかそういう部分もなさそうで、うまいことつけることができました。かなり取り付け寸法ギリギリな感じです。あっちとかこっちとかかなり干渉しそうで際どい感じでしたけど、なんとかうまいことつけることができました。そしたら次、こっち側やっていきましょうか。よいしょ。まずはバッテリートレイ。この車もともとトレイついてなかったから、これね、スズキ純正品ジムニーのバッテリートレイです。これを置いて、そしてバッテリーのカバー、断熱材みたいなやつ。これはスバル純正部品です。ジムニーにもインプレッサにもみんな、これまで僕が作業してきた車これつけてます。若干のバッテリー寿命が伸びる効果があったりします。あと指導性が良くなったりとか。これをつけて、そんでもってバッテリー新品。そしてバッテリーホルダー、これもスバル純正部品です。これね、ちょうどこのバッテリーを止める部分にこんな感じでこう押さえというか切り欠きというか、こういうのがついてるからバッテリーをしっかり固定できます。そしてバッテリーの端子、これもね、なんかもともとついてたやつちょっと変な感じで怪しい感じになってるんで、エーモンのバッテリーターミナル、これでちゃんとつけていきたいと思います。このワイヤー挟み込みタイプなのに、こっちの端子がこっち側についてるという、なんかちょっと変な感じです。あんまりね、余計なものはついてない方が不具合の可能性は減るから、ちゃんとしたバッテリー端子に直すと。そして端子が腐食するのを防止するカバー、これをつけて、端子カバー、これもつけて、よし、バッテリー周りきれいになりました。配線はこんな感じで新しい端子に付け替えたんで、接触不良はなくなると思います。端子も腐食しないように、こうやって腐食防止用のカバー、ターミナルガードってやつですね。エーモンから発売されてるやつ。これね、端子が腐らないからおすすめです。で、こんな感じにバッテリー周りはまとめてみました。まだこの後配線あちこち直さなきゃいけないんで、まだ繋いでないですけど、あとはこれ端子繋げばそのまま電気が流れて使える状態になってます。そしたら次はヒーターユニット。うちの車ヒーターレスになってたんで、ヤフオクでこのヒーターユニットを買ってきました。じゃーん。中古品だからこんな感じで配線切られてたりとか、ホコリがヒーターコアに詰まってたりとか、あまり状態は良さそうじゃないので、一回分解してメンテナンスしてから組んでいきたいと思います。ほら、中古品だから配線がちょっとおかしな感じになっちゃってる。多分ね、外すのに無理やり外したのかもしれない。ということで、ここの蓋外していきます。プラスネジで止まってるだけみたいです。おお、来た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 。よいしょ、取れた。内側はこんなんです。モーターとファンがついてて、これがね、巻き線抵抗みたいです。ファンスイッチの弱、電流を下げてファンの強さを弱くするやつで、あとはここにヒーターコアが2つ。割とシンプルな作りですね。これ、このステンレスのパネル、これはね、多分純正じゃなくてアフター品というか、見た目良くするために貼っつけたっぽいんで、これ一回外しちゃいます。これ多分純正じゃない。純正の方はこれ普通に抜けてくるようにね、切り欠きが入ってました。このパネル外します。よいしょ。よいしょ。よっしゃ、取れた。よし。
そしたらほら、純正のやつはここに切り影が入ってます。だからこれ多分そのままコアを上に引き抜くだけですね。これで抜けるはず。よっしゃ、取れた。コア自体なんかこう水漏れとかの跡はなさそうかな。このまま再使用して大丈夫そうな雰囲気はあります。今のところ目視で見る限りなんか漏れたような跡とかはなさそうです。大丈夫だな。このまま使ってみましょう。モーターも分解しちゃいます。よいしょ。よいしょ。分離完了。本来の姿が見えた。もともとは黒。とりあえずバラバラに分解が終わりました。蓋、そしてケース、巻き線抵抗、そしてモーター、なんかついてたステンレスのパネル、そしてヒーターコア。これ、ヒーターコアチェックしてみたんですけど、どうもね、漏れてるところとかはなさそうで、多分このまま使えそうな感じがします。クーラント漏れてればね、どっかにこう、クーラントのシミみたいなのが残ってたりすると思うんですけど、そういうのもないから、多分再使用大丈夫だと思います。ただちょっと汚れてるからね、こういうホコリとかはエアブローとかして、綺麗に掃除してから組んでいきたいと思います。あとこの化粧パネルつけてたのが、このリベットの穴がね、たくさん開いちゃってるんで、綺麗に塗装しました。穴開いてたのはハンダで塞いで、サフェーサー入れてっていう感じですね。ところどころ錆出てたりとかしたから全部塗装を剥がして塗ったような感じです。うい、めっちゃ綺麗。よし、これで側が綺麗になったから、あとは中身ですね。まずはこのヒーターコア、これ掃除していきます。お、水で流したら結構汚れが落ちました。この詰まってたゴミみたいなのが全部流れてった。で、中が錆で詰まってないかちょっと水流します。大丈夫ですね。汚れた水も出てこないし、パイプの中も汚れてない。よし、このまま使える。次は配線を直していきます。モーターの線とこっちが巻き線抵抗。これ配線のつなぎ方、視聴者の方に教えてもらったんで、ちゃんとつないで直していきたいと思います。多分できるはず。元はね、白い線だったんですけど、白い線なかったから黄色い線でやっていきます。元通りハンダで止めちゃいます。よし、 OK。 これでリベットで止めちゃいます。で、これがプラス、これがローでマイナス線。よし、これでヒーターコアを入れて、よいしょ、よし、入れ入れ入れ、いけ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 、よしよし。よしよし、ヒーターユニット完成。
綺麗に治りました。配線もちゃんとできました。そしてヒーターユニットがねここにつきます。でここの穴から雨漏れしないようにエプトシーラー貼っておきます。ヒーターユニットがドーンとここに来ます。ヒーターホースは新しいの買ってきたんでつけていきます。もうね元のやつねすごい買ったやつ、もうガッチガチ、もうゴムじゃない、プラスチックみたい。こっちの新しい方はもうぐにゃぐにゃのゴム、全然違います。これを元と同じ長さでちょっと長めに切っとくか。あ、いや元と同じ長さじゃダメだ。ヒーターのあれが変わったからこれ用に切らなきゃダメだ。ヒーターユニットが変わったからこれに合わせて長さ測ってこれ用に切っちゃいます。まずはこうか。ここであずっと、おうちょうどいい感じ。こうかな。よいしょ。 OK、 ヒーターユニット完成で、ヒーターユニットはまだ固定してないです。この後このスカットルの隙間とかにシーリング打たなきゃいけないんで、シーリング打つのにこれ邪魔になっちゃうからね、後でこれちょっと一回外せるように固定は後回し。エンジンかけてみて伝送品の不具合がないかチェックして、問題がなければスカットル固定してヒーターユニットも固定してっていう感じになると思います。ヒーターホースはこのユニットからずっと出てきて、エンジンのインテークのところに1本、そしてウォーターポンプのところにも1本、こんな感じでつながってます。もともとヒーターレスだったからね、危うくホースの長さ間違えて切っちゃうとこでしたけど、ちょうどいいタイミングで気づくことができてよかった。これ今ホースちょっとね遊んじゃってるけど、ヒーターユニットを動かしてができるようにわざと固定してないです。最後の最後にここねバンドで固定して、これが遊ばないようにちゃんとやります。はい、今回の動画はここで一旦区切りたいと思います。実際の作業はエンジンルームの組み立てをして車を完成させるところまで進めたんですが、動画一本にまとめてしまうと尺が長くなってしまって見るのが大変かなと思ったんで、ここで一旦終わりにしたいと思います。マジで完成した車めちゃくちゃかっこよかったんで、次の動画見逃さないようにお願いします。最後に緊急告知、イベントのお知らせです。ちょっと前からねイベントに出るって動画内で言ってたと思うんですけど、正式に決まりましたのでご報告させていただきます。6月の4日山形県寒河江市で行われるノスタルジックカーミーティングっていうイベントにうちのケーターハム並べることが決まりました。旧車を並べる合同オフ会で台数は約100台。僕は主催とかじゃなくて単純にイベントに参加させてもらうだけです。そして僕と一緒にトヨちゃんの86も並べます。はい、トヨちゃんも山形に来ます。6月の4日トヨちゃんのスケジュール抑えました。ということで、寒河江市のイベントでケーターハムとトヨちゃんの86と一緒に展示させてもらうんで、旧車が好きな方とかもしくはトヨちゃんが好きな方とか6月の4日日曜日お待ちしてます。まだねイベントのパンフレットできてないのかな、まだちょっと詳細わかんないんですけど、一応概要欄、動画の概要欄の方に、記載しておきますんで、気になる方はねチェックしてみてください。まだホームページできてなかったような気がする。ほんとついさっき連絡が来たんで、はい、そんな感じでございます。まだエンジンかかってないし車検も終わってないんだけど間に合うのかな。あと2週間頑張って仕上げたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バイ。6月の4日お待ちしてます。